close my eyes 들려오는 바람의 노래에 귀 기울여봐 It's alright 두려워 말고 널 내게 맡겨봐 皆さんおはようございます。今日はソウル3日目の朝です。今朝7時50分ぐらいなんですけど、今日はなるべく朝早くから活動したいと思います。で、今日観光するエリアなんですけど、メインは、ソンスっていう今すごい流行ってるカフェとか雑貨屋さんとか洋服とかが集まるエリアになってます。で、その後に午後はトンデムンのねデパートとかアウトレットとかがあるので、そこら辺を中心に回って夜は市場に行こうかなというスケジュールになってます。まずは、アングクの、行きたいベーカリーがあるので、そこで朝食を食べてからソンスに行きたいと思います。出口は一番出口すぐですね。到着しました。うわ、もう超並んでるし、やばい並びすぎる。朝8時15分に到着したんですけど、想像以上に並んでました。多分オープン前からみんな並んでますね。購入したのは、普通のプレーンの塩パンとブルーベリーにしました。今トマトスープと、コーヒー待ちです。テラスだったらすぐにね入れました。待ちなしで。でも店内だと13組待ちぐらいですね。朝の8時15分で。なので店内で食べたい人はオープン前に来るのをおすすめします。あと来たら、ウェイティングのね機会があるので、すぐそこで、ウェイティング手続きをするっていう感じですね。めっちゃ美味しい。普通にプレーンでもめっちゃ美味しい。入れてトマトスープ。少しスパイシー。美味しい。でも韓国スタイルのトマトスープって感じです。ごちそうさまでした。今アーティストベーカリー行ってきました。めっちゃ美味しかったです。すっごいお腹いっぱいになりました。衝撃的な美味しさだったので、本当に並んででも行く価値あるなと思いました。テラスじゃなくて中で食べたい人はこれからの時期ね、オープン前に行った方がいいと思います。ちょっと早起きして。ソンスの街に到着しました。カフェに朝8時に行ったので、ほとんどのお店が11時からとか10時半からとかなんで、結構間が空いてて、今ちょっとフラフラしてたんですけど、やっぱりどこも割と閉まってますね。で、結構この辺なんていうのかな、おしゃれなお店が多いのかなと思って、やっぱり若者に人気の街っぽいんですけど、ちょっと一旦10時半にオープンする、アモーレソンスっていうオフラインのスキンケアコスメのお店に、行ってきたいと思います。結構インスタとか YouTube とかでおすすめしてたので、ちょっとそこに、オープンしてから行ってみて、その後違う新しく店舗でできたお店とかに、行ってみようかなと思います。11月の22日に、ソンスの駅前かなに新しくオリーブヤングがオープンするみたいです。10時から22時までって書いてありますね。到着しました。多分ここかな。
ここだ、10時半から8時半まで。月曜休みなんですね。ここでチェックインするらしいです。こんな感じでクーポンがもらえるっぽいですね。これでいいのかな。店内すごいいい香りがする。クレンジングとかが売ってます。すごいフェイシャルウォッシュとか。いい香り。自分のね肌に合ったリキッドファンデーションを作ってもらいたいなと思ったんですけど、2週間予約でいっぱいらしいです。なんで来るときは事前に予約をおすすめします。これだけ種類があるので、多分自分のね肌に合ったのを作ってもらえると思います。カスタムマッチってやつですね、ヘラの。ここでは筆だけを購入しました。到着しました。続いての目的地はこちらです。これを買います。日本で買うより全然安いです。どれにしよう。赤かな、やっぱり。おまけもゲットしました。このシアジュっていう場所かな、いろんなお店が入ってるんですけど、ここもめちゃくちゃおしゃれっぽいので入ってみます。ソンスで一通りお買い物をしたので、この後はトンデムンに移動します。トンデムンに到着しました。ここの隣のこのビルとか、夜中というかもう朝とかまでやってたデパート、今もやってんのかな。昔ここに朝の2時とか1時とかまで買い物してました。懐かしい。本当にトンデムンはショッピングセンター街って感じですね。今から、ヒュンダイのアウトレットで観光客がゲットできるクーポン券があるので、それをゲットして、お得にね買い物したいと思います。そのクーポンはなんかアウトレットでさらに割引になったりとか、無料でね飲み物とかパンとかもらえたりするらしいです。ヒュンダイシティアウトレットに到着しました。多分私ここに来るのは初めてな気がします。このビルです。ここの中に結構有名なブランドとかが売ってて、半額並みに安く買えるそうです。まずはここの1階のインフォメーションセンターで、クーポン券もらいます。ありました、これだ。フォーリナーズオンリー。まさかのヒュンダイアウトレットの中ではスーパーパスが売り切れてたので、ちょっと違うモールでまだ在庫があるか確認してみます。ここのジュータのモールにはこんな感じで置いてありました。普通にパスポートなくてもこんな感じで誰でも持っていける感じでした。ということで無事パスポートゲットしました。全然パスポートとか見せなくても普通にもらえちゃったんですよね。トンデムンのモールの人たちは全然英語が通じないので、またミョンドンとかとは違うなと思いました。なんで、普通にこれもらっていいですかって聞いたら、普通に取ってってくださいっていう感じだったので、パスポートも見せずに皆さんもゲットしてお得に買い物してみてください。結構本当にフリードリンク無料のギフトとか、あとはここアウトレットで1000円分の割引券プラス他のねモールとかも全部で4箇所5箇所くらい載ってるので、一応各ビルのインフォメーションセンターにあります。これをインフォメーションセンターで引き換える感じですね。韓国のしおりと、あとパンの引き換え券と、あと割引券ですね。一旦喉乾いたのでフリードリンクをゲットしに行きます。なんかお店の雰囲気すごい丸いとかルミネっぽいです。で各フロアごとに、韓国だけじゃないですね、いろんなブランドが入ってます。ここだ。オレンジアイスティーにします。あとマンゴーとかストロベリーとかレモンもありました。カフェの雰囲気はこんな感じで、
マカロンとかケーキとかも置いてます。オーストラリアのジンジャービアがあるじゃないか。550円で売ってます。オレンジセイロンティーアイスにしました。続いてここは、ドゥーダモールと、隣にヒュンダイデューティーフリー、ここ一緒に隣になってます。すごいビル大きいです。ドゥーダでの引き換えはこの2つでした。この中にいろいろクーポンが入ってるみたいです。すごいロボットがドリンク作ってくれてます。これがクーポンの中についてました。しかもホットかアイスか選べました。あ、すごい。うわー、だんだん夕日になってきました。一通りトンデムンのショッピングセンターを回ったので、この後はマスクショップに行きます。オリーブヤングとかでもマスクはね、フェイスマスクは安いんですけど、マスクショップだとまとめ買いが安いんですよね。だからちょっと行ってみます。現金のみなんですけど日本円も使えるらしいので、ちょっといい換金所があったら換金して、なかったらもうそのまま日本円使っちゃおうかなと思ってます。マスクショップ向かう途中に大きいニューニューと、ここに耳ラインがありました。アクセサリーとかめっちゃいっぱい売ってるんですよね。すごい、ミョンドンにもあるけどこっちの方がめっちゃでかいですね。マスクショップ見えてきました。白と赤の建物ですね。数年前も行ったんですけど、マスクあそこで大量買いするとめっちゃ安いです。到着です。2階はお菓子とかも売ってるらしいです。海苔とかも売ってますね。外にちょっと置いてあるけど安いのかな。あ、安い。6500だ。7500ぐらいだったかな、オリーブヤングは。これは一緒ですね、金額。ヘアケアもめっちゃあります。約1万円分も買い物してしまいました。マスクショップやっぱりめっちゃ安かったです。今から、もうちょっと携帯の充電が 7% しかないので、これから一旦ホテルに帰ります。その時間帯すごく綺麗ですね、空の色が。明日電車に乗る、現金がなくなったのでここで、両替しました。 8.95 ですね。隣に、このお店があります。夜のミョンドンはこんな感じで屋台がいっぱいありますね。なんか廃れてると思ったんですけど結構人多いです。今日別に週末じゃないんですけどすごいたくさんこういうものも売ってます。あとめっちゃタンフルも人気です。これで500円です。こういう海苔巻きも売ってるんだ。うわ、めっちゃファイヤーしてる。うわ、昔流行ったザクロジュースまだあるんだ。今日の夜ご飯はここの、バーベキューチキンにします。持ち帰りたいと思います。お店はこんな感じですがテイクアウトします。このハーフハーフを注文しました。バーベキューチキンゲットしました。めっちゃ重い。これを今からホテルで食べます。こちらが持ち帰りしたバーベキューチキンです。こっちがヤムニョムチキンでこっちが普通のレギュラーです。これで2700円ぐらいですね。これもついてきました。あとこのマスタードもついてきました。これを今から一人で食べます。皆さんおはようございます。今日は韓国ソウル最終日になります。今から本当はねロンドンベーグルに行こうと思ったんですけど朝ごはんに、カンジャンシジャンにずっと行けてなかったので今日は、朝ごはんとして、カンジャンシジャンに行きたいと思います。皆さんだいたい夕方夜とかに行くと思うんですけど一応9時から空いてるらしいので、そこで軽く朝ごはんを食べてその後に持ち帰りということでロンドンベーグルに行ってテイクアウトしようと思います。あとは、最終日ということで買い物したりね、できたらなと思うのでルートとかもね参考にしてもらえたらと思います。では行ってきます。カンジャン
南シジャンの最寄り駅に到着しました。4つぐらいかな入り口があるらしいんですけど、今から行くキンパのお店に近いところを選びました。7番出口だったかな。こんな感じで今9時半なんですけど、食べてる人いますね。でもやっぱ閉まってるお店も意外とあります。夜だけとかなのかな。なんで事前にね、ネイバーで営業時間調べてくるのがいいと思います。一応観光客向けではあると思うんですけど、地元の人も結構来てるらしいので。あったあった、ここです。私が来たかったモニョキンパ、麻薬キンパって言われてるらしくて、食べたらやみつきになるって言われてます。안녕하세요. 이거 하나 주세요. for here. Here. 여기. 店内でもこんな感じに食べれます。ここで写真見て注文するっぽいです。頼んで1分もせず来ました。これですね、麻薬金と、これが豆で作ったチヂミです。お箸はここに入ってました。ティッシュも。それではいただきます。まずはチヂミから。分厚い。美味しい。すごいプレーンな味。これにつけて食べるのかな。どんな味なんだろう。これもすごい美味しい。ごま油って感じかな。そしてキンパはこのソースをねつけて食べるらしいんですよね。そしてこの竹串もついてます。いただきます。首から、韓国在住の YouTuber さんがおすすめしてたお店ので来たんですけど、この中のたくあんと人参の切り方とかがすごく好きって言ってて、すごいシャキシャキしてるので、その理由が分かりました。この辺は物が多いですね。海苔とか飴とか、あとフルーツとか売ってます。ここはキムチの香辛料かな。本当にこの中はいろんなお店が入ってますね。ここは海鮮。こっちは布団とかが売ってます。なんか2階もあるらしいんですよね。2階は洋服とかが売ってるらしいです。カバンとか。さっきまでいたところがご飯のグルメ通り、うまいもん通りだったかな。うわすごい。日本ではなかなかこういうところないからなんか面白いですね。同じアジアだけど、なんなら韓国なんてお隣さんだし、なんかカンジャンシジャンといったらなんかいろんな旗が上からかかってるところがあったと思うんですけど、それはどこなんだろう。カンジャンシジャンマーケットはこんな感じに地図になっていて、入り口結構いろんなところにありますね。私今サウスゲート南にいるんですけど、こっちの下の方にも2つゲートがあって、この上にも2つで、この上にも2つっていう感じで、結構いろんなところが入り口になってるっぽいです。カンジャンシジャンの外側、道路側の方にもこんな感じでお店があります。なんで外側も内側もお店があるって感じですね。売ってるものは違いますけど。今カンジャンシジャン行ってきました。サクッとご飯食べるのにはすごくちょうどいいなと思いました。では今から本当は、アングクにある、ロンドンベーグルに行こうと思ったんですけど、あそこは絶対混んでるし、もうアングク行ったので、とりあえずロッテワールドがあるロンドンベーグルに行ってみようかなと思います。10時半のオープンなんで、もしかしたら早起きできない人とかはそっちに行ってるのかなとも思うんですけど、イートインしないのでテイクアウトだから、多分入りやすいんじゃないかなとは思うんですけど、行ってきます。到着しました。とりあえず一旦ロッテマートの中に入ります。ロッテワールドの中に無印発見しました。上にねベーグルあるっぽいので、今地下2階から上がってきてます。ジェントルモンスターの隣にブルーボトルがあって、その隣、全然空いてるかも。よかった。ただ予約してないから、とりあえず予約すればね、もうちょっと早くできたんですけど。イートイン23組、テイクアウト13組
今13組目でウェイティングしました。この待ってる間に、ちょっと違うところに行こうかなと思います。なんとなく思ったのはこっちの店舗の方が、韓国人の人が多い気がします。日本人いないですね、今のところパッと見た感じ。今更新ボタンを押したら順番待ちが来ましたってなったので、これすぐ行けるのかな、ちょっと確認します。 Is this already? 야, 야, 야. Okay. 포장 한 번 맞으시죠? 쭉 들어가서 왼쪽 입장하실게요. 持ち帰りだとすぐ行けました。1分も多分待ってないです。こんな感じですごいみんな並んでます。無事ロンドンベーグルゲットしました。私はシナモンピーカンナッツ、トマト、フィグ、ブルーベリーを頼みました。無事ベーグル購入したのでこの辺散策したいんですけど、このロッテワールドすごい広いですね。でせっかくこのエリアに来たので、もうロッテといったらロッテワールドの遊園地の方までちょっと行ったことないのでね、足を運んでみたいと思います。これはクリスマスマーケットかな。かわいい。横浜のなんかクリスマスマーケットみたいな感じですかね。これはロッテタワーっていうらしいです。めっちゃ高い、すごいめちゃめちゃ高い、新しそうです。すごく。この隣に、ロッテワールドモール、アドベンチャーワールドまでやってきました。なんとなくこのロッテのデパートメントストアから入れる気がするので、ちょっとここから入ってみます。わー、着きました。実は意外と念願でした、ここに来るの。一度は来てみたかったんですよね。めっちゃ古いんですけど、私天国の階段っていう昔流行った韓国ドラマが大好きで、その時ねここにめっちゃ来たいって思ったんですよね。でもなんか来るタイミングなかったのと、もうなんかやっぱ熱というかその時の流行りとかがあるから一度も来たことなくて、今回一人旅だったんで時間があって来ることができました。念願叶いました。年中スケートリンクができる場所になっていて、ここにねメリーゴーランドがあったんですよね、ロケの時は。めっちゃ古い話してますけど、今の若い子わかんないんじゃない、見たことないんじゃないかな。このアドベンチャーワールドの中に入るにはここでチケット買ってここで入場するんですね。上のメリーゴーランドがあるところにはここから入らないといけないっぽいです。多分ねもう気軽にね来ることないなと思ったから今回来れてよかったです。多分ね私の視聴者さんたち割とね年齢層が私よりもちょっと上の方が多いので、もしかしたら天国の階段とか見てる世代だったら嬉しいなと思います。なんで少しでもね懐かしい気持ちをお届けできたら嬉しいです。なんでメリーゴーランドのところには行けなかったですけど、この景色をねお届けできてよかったです。ではこの後はトンデムンの方に戻ります。すごいロッテの最寄り駅の地下すごいなんかにぎわってます。めちゃくちゃなんかお店がありますね。ロッテマートの地下にやってきました。多分この辺だったら普通にねミョンドンとかあっちの方より安いなと思ったのでスーパーに来ました。バナナ牛乳まとめてじゃなくて1個売りがいいけど、ミョンドンにもあるこのハニーのピーナッツのお店もなんかこういう風に一角であります。この辺お菓子ですね。このゼロのクッキーパイとかもなんか人気って書いてありました。相場がわかんないけどお菓子はこんな感じです日本のお菓子も売ってる。このサイズで378円は安いですね。多分みんながよく買うこれも2個で1272だから1個600円ぐらいか。この昆布茶探してたんですけどここだと698円ぐらいですね。今これをどの味にしようか悩んでたらお店の人がピーチの方が美味しいよって言ってくれたのでプラムも美味しいけどってことでどっちも買ってみます。ベリーのよりピーチがいいって言われました。そしたらこれもサービスって言ってマスカット味もらいました。ありがとうございます。このゼロシリーズも気になるのでこのシュガーフリーのねこのグミを買ってみます。ロッテマートで無事買い物終わりました。
やっぱり市内より絶対安いと思います。物にもよると思うんですけど、なんで時間ある人はここまで来てみた方がいいと思います。昨日行けなかった耳ラインに来ました。洋服とかアクセサリーとかがめっちゃあります。こういうカバンまであるんだ。めっちゃある。あ、今流行ってるやつだ。かわいい。1200円ぐらいです。携帯の裏につけるやつだ。かわいい。韓国っぽい。あ、ミッフィーちゃんもある。かわいい。携帯ストラップもめっちゃあります。すごい種類。すごいキラキラ。2階はこんな感じで帽子だったり手袋だったりマフラーだったり1800円ですね。3階はこんな感じでお菓子とかも売ってるんですけど、意外とスーパーより安いものもありますね。グミとか安い気がします。こういうスキンケアシリーズも3階にいっぱいあります。ただこっちはそんなに安くないかもです。ザ・マスクショップで最後の、パックの買い足しをしたので、今からバスに乗って、ミョンドンに戻ります。バス停到着しました。この463で戻るんですけど、こんな感じであと何分後に来るっていうのが出ます。さすが韓国、この座ってる椅子があったかいし暖房入ってます。463、みんな前から乗ってタップするのかな。バスめちゃくちゃ便利でした。ここに止まってもう目の前がこのオリーブヤングのところだったので、電車よりバスめちゃくちゃ便利。エアポートはタップするときこっちじゃなくて乗り換えっていうところを通るんですね。KTX とエアポートレイルロードは違うんですね。私 KTX だと思ってたんですけど、なんか KTX じゃなくって普通にインチョン行きの電車の中に飛行機のマークが入ってるところのサインをたどっていけばいいっぽいです。ゲートを通る前にゴンチャがありました。多分韓国限定のメニューがあったんですよね。ピンクパール、これ飲んで中に入ります。韓国は、イートインとテイクアウトでこういう入れ物がね変わります。基本中で飲んだりするときは必ずこういうプラスチックだったり持ち運べない、持って帰れないカップになります。これなんか法律じゃないですけど、なんか韓国は決まってるらしいです。だから持ち帰り用のカップで店内飲食してたら言われます。